で、ブリ、トラウトサーモン、本マグロの赤身、こちらがサワラたたきにしております。写真撮らせてください。卵焼きのおでん、インカの目覚め、はんぺんマールソース、大根ブルチーズソース、ちくわのサルシッチョ、燻製卵です。はい、ありがとうございます。はい、スイートルームレビューです。今日はですね、札幌にあるグランドメルキュール札幌大通り、こちらに、宿泊しています。冬ですごく寒いんですけれども、このホテルはもともと大和リゾートのホテルでロイトン札幌っていうホテルでした。でそこをリブランドしてアコーになってグランドメルキュールとして新たに2014年4月からですねオープンしたというようなホテルになります。大きな建物でチェックインは12時ぐらいに行ってチェックインお願いしますっていう感じで言っ
た時に、15時からなんですっていう話を、受けたんですけれども、いやアコのダイヤモンドメンバーなんでっていう話をして、すぐ手続きをしてくれました。チェックアウトも、17時だったかな。今日はちょっとフライトがあるので、一旦12時過ぎにちょっと出ようと思っています。特になんでしょう、ダイヤモンドメンバーだからっていうことで特別待遇とかはなかったですけど、お菓子を置いといてくれたりとかっていうような、一般的な感じの対応だったと思います。今日のスイートルームも、スイートナイトアップグレード、これを使ってあらかじめスイートルームを予約しておいたので、当日アップグレードとかそういうものではない感じです。ただ、リビングスペースとベッドスペースが扉で分かれていて、あと作業ができる机とちょっとゆっくりできるような机とっていう形で分かれていて、一人で泊まるにはちょっと大きすぎますけれども、家族とか仲間で利用するという形であれば使いやすいんじゃないかなというふうに思っています。施設も新しいものではないので、ところどころやっぱりちょっと、机もちょっと古めだったりっていうようなものもありますけれども、そのうちここも回収されるのかもしれないですし、そこまで何でしょう、新しいものを気にするのでないのであれば、問題はないかなと。グランドメルキュール新しくできたところって宿泊者全員が利用できるラウンジカクテルタイムっていうのがあるんですけれども、それはこのホテルに関してはレストランと同じ場所提供しているというような感じでした。でクラブラウンジがあるといいなという感じではありますけれども、カクテルタイムちょっとお邪魔しましたけれども、北海道らしいものもちょこちょこあって、ビールはやっぱり札幌クラシックでっていう感じで、他のメルキュールとかでいただけるようなものがいただけるという感じになってます。一つちょっと残念だったのは朝食ですね。ちょっと寝坊してしまって起きたらもう9時20分とかでラストオーダーの時間ももう過ぎちゃってたので、これはまた今度ですかね。ただメルキュールのその朝食って地元のものがどのメルキュールで食べても同じメニューが半分っていう感じにはなっているので、ちょっと北海道の地元のものどんなもんだったのかなっていうのはいただきたいとは思ってましたけれども、また次回ということで、もし札幌駅から来るってなると大通駅から一回乗り換えてとかそんな感じになると思うので、ちょっと来づらいかなっていうのはありますね。新千歳空港から直行のバスとかいろんなホテル回るここに来るっていうようなバスも、時間帯によってはあるので、それを利用するでもいいかもしれないですね。家族連れなんかにはいいかもしれないですね。オールインクルーシブっていう形でプランを予約してすれば夜も朝もついてきますので、という感じで、今日のですねスイートルームレビューはここまでにしたいと思います。ではまたどこかのスイートルームでお会いしましょう。